テキラドテジョンです。今回ナビ VS チャスマックゲーミングということでね、最近対戦をよくしているチャスマックゲーミングとはちょっと違くてですね、チャスマック EA とか GS とかね、いろいろシリーズついてるんですけど、日本のクランはチャスマック EA とチャスマック GS という風にね、チャスマックシリーズの EA 部門と GS 部門になってて、こちらがね、本家本元のチャスマックゲーミングというわけで、海外のクランになります。まあ、もともとはね、レポティッドゲーミングっていう、去年のね、世界大会、何位だストラットとかに勝って、まあ、6位とか5位とかまで上がってたんじゃなかったかなというようなね、そんなクランになってます。早速やっていきましょう。まあ、当たり前なので、それなので強いですね。うん。対戦相手、クイヒーラバーからスタート。こちらの選手は新しく入った人ですね。ストラットの方に、フィリップって選手がね、新しく、チャスマックゲーミング、まあもっとね、現在はチャスマックゲーミング、その時はレポティッドゲーミングという名前だったクランからストラットの方に移籍をした選手がいたり、他にいるかな？もう一人いなくなってんだよな、確か。うわ、すごい HP 管理。ギリギリですが、素晴らしいですね。この辺の HP 管理綺麗にできてる人はもう仕上がってる。V 比仕上がってる人の標高みたいな感じで見る。結構ね、調子いい人だったり、V 比の感覚がね、すごくいい感じにできてる人ね、この辺の HP コントロールほんとミスらないんよね。レイジに乗った円がマジで火力高いですよ。ストライカーレイジに乗せちゃダメなのよ。まあ、この辺のね、レイジの管理まではちょっとまだね、仕上がってなかったですが。まあここフリーズ一発使ってあげるとかね、するシーンだったんですが、まあレイジターンに乗ったエングに対応するのはね、なかなか簡単にはできないので、シンプルに火力が高かったですね。まあ同時にね、これシューターの HP 管理もやっていたので、まあ今回に関しては、シューターの方にね、多分、書かれていたので、クイヒーの方をクロックで対応するような形になってしまった感じかな。まあ迫撃砲のターゲットの管理と、今、援軍のね、管理を一緒にやってたので、まあかなり難しいシーンだったかなと思います。さあ、クイヒーの方はね、ただ中心部のマルチ IT イーグル砲を突破していきつつ、外周部からキング飛んできましたね。さあ、追加でバルーンを投げていきつつ、シューターの方もね、だいぶ削ってくれてるような感じ。まあ、最近よくある形として、まあ、逆サイドの方、天才だったりなんかいろんなことして、逆サイド、スーサイドしてタウンホールラバルするような形に結構似てるんですけど、同じような削りができてますね。キングの、なんだこのリックスケ。やばすぎるリックスケ登場。さあ、ここはトルネードまで。まあ、スーパーアーチャーとか意識してそうかな、このトルネの位置は。さあ、ロイヤルチャンピオンも追加で出しつつ、まあ、マルチ IT とね、タウンホール両方フリーズでね、ケアするのもなかなか難しいところなんですが、ここはレイジタワーとマルチを優先しましたね。からの、ここはロイヤルチャンピオン巻き込んで、レイジトームを一気にかけていく。まあ、ここ同時にフリーズかけて守るのも無理なので、まあ、タウンホール爆破は受けてしまっても構わないので、まあ、ここある程度、レイジトームでユニットを残すことを優先していきました。まあ、結果的にはこの方が強くて、まあ、タウンホールの爆破に合わせようとしすぎる方がね、時として良くない形を生むんですが、まあ、流れたバルーンとかね、まあ、そういった形もいいね、かなりうまく機能して、これはバルーンも残していい全開ですね。まあ、この人新加入でどこのクランから来た人かちょっと僕わかんないんですけど、非常にいいアタックですね。さあ、1本目から全開になるよね。大丈夫。前回になりました。ガーサス。まあ、シンプルに今の1本見てもね、対戦相手が強いクランであるということがね、非常によくわかるアタックだったかなと思います。タスマックゲーミングになってから当たってるのあんま見たことない気がする。さあ、星さん突ウィズラバルなんですけど、ホーミングヒット。しっかり対策してましたね。まあ、ここにね、しっかり黒幕があったら通らないようなね、そういう突撃艦だったんですが、対策されていると。まあ、星さんがね、結構やりやすいところ、まあ、トルネードで対策してくるクランは多かったんですが、まあ、今回ホーミングしっかりヒットさせてきましたね。ラバハンドとか縦ユニも今回採用してなかったし、まあ、使ったとしてもね、解除できる位置ではないので、これはうまいことやってきましたね。キングで対地クロス両方タゲ取りつつ早めのフィストでもう HP の高さをキープしていくような形。レイジタワーに乗ってリクスケとかたくさん飛んできつつトルネード解除。さあ、アイスゴレムもバネに乗って飛んでいってしまいました。さあ、キングはこれはダウン起動はしていきまして、クイーンの方は戻れるかな。インビジブル使いつつ相手のクイーンに反応はしそうですね、一旦。フリーズとか使うのはなかなかしんどいのでクローク使いますが、ここはタウンホールの方には向かわず。
まあ、無理っすね、さすがにこれは。3時からラバハウンド使ってサイドカットのような使い方をしつつ、タウン前からラバルをやって、もう全部っぱできますね、これ。全部、フリーズ外れましたが、まあ、どっちにしろトーム打つのであんま変わんないですね。さあ、レイジトーム、ブッパー。さすがの星さんもこんなに事故って、大崩れしてんのは久々に見た気がしますね。さすがにここまでの事故ったのはあんま見ないね。手元にラバ1残ってるんで、まあ、12時から出すしかないんで、出していきますが、もうどうしようもないっすね、これは。まあ、初手の突撃艦をね、まあ、若干甘えたというか、しっかりね、トラップがあったら通らないような突撃艦だということに気づいてたかどうかわかんないんですけど、まあ、そこに対してね、対策をしてた相手の方が上手でしたね。まあ、相手はしっかりこういったところをね、まあ、ナビ対策なのかわかんないですけど、しっかり対策をしてきてました。まあ、ジェネラル X っていうとね、まあ、普段結構、世界大会で買うのでもそうですし、配置、サーバーでね、配置強く打ってる人たちなので、結構配置に定評あるプレイヤーの一人ですね。世界大会とか、まあそういったところでもね、ちょいちょい守って名を上げてるような人なので、まあ、この辺結構突撃艦を意識して罠を置いてきたところがさすがでしたが、さあ75まで、さあ61天才、エレクトロタイタン編成、ヤニス。到着そイケメンプレイヤーですね。クラクラ界隈1イケメンプレイヤーと、勝手に僕が以前断定してましたが、マジでイケメンなんですよ、この人。さあ、まずは、藤中のね、タイチクロスとマルチ IT を追って、シュータールート確保していきましたね。まあ、オデヒーのルートもこれは同時に作れているので、非常にいい天才かなと思います。さあ、テスラが出てきました。ってなると、この隣の枠も見ておきたい感じはあるな。ウィズ島前になんか投げてもいいシーンだったかなというところ。放置するのかな、この感じ。僕だったらもうここは怖くて怖くて仕方がないシーンかなと思いますが。どっちにしろ放置して後で出てくる分にはまあいいかって感じならまあいいけど。ウォールブレーカー多分ね、綺麗に真ん中開けたかったような感じだと思うんですが、端っこついたので、まあそこに合わせてというところ。モノリスターゲット食らってるので、これ結構1体エレクトロタイタン溶けそうかな。延命は特にしなかったですね。バルーンサスをそのまま追加しつつ、上からキングネクロも一緒に合わせていってと。結構モノリスの方で、これはユニット溶けてますね。クイーンの方も HP 落とされつつ、シューターはなんかすごいところまで入り込んでタイチクロスに打たれています。中心部にジャンプを置きつつ、キングルートこれ強そう？入らんか。戻っちゃった。入ったらめっちゃ強かったな。ただクイーンの方がね、ここ打てるので、まあ、クイーンでケアしつつ、やっぱテスラ入ったじゃん。トルネード。レイジが一発あるんですけど、ここ打たないっすね。ロイヤルチャンピオン追加で、結構リクスケにも捕まったのもあって、ロイヤルチャンピオン早めに追加で出してきました。タウンホールの方はしっかりクイーンで突破ができつつ、タイチクロスもね、これ、ロイちゃんとクイーン両方で打てるね。レイジ結局打たずに手元に残してるので、ここでレイジ打てんの強いな。まずはオーデン落としてもらって、クロークから入りたいかな、これは。クロークからのレイジをどっちに打つかという判断ですが、難しいですね。これ、ロイちゃんかクイヒーですが、これはさすがにクイヒーを選択するシーンかなというところ。タウンポイズンを受けた後のね、亡くなった後でのね、この、レイジになるので、まあいいタイミングで出した感じではありましたが、さあ、オデンゾーはウォールブレーカーで潰していきつつ、いや、このテスラをっといて、もうちょいなんか、あれば、キングにやられそうじゃないこれ。どうだ？フェニックスの方はホーミングヒット。耐えれるのか？耐えれそうだ。マジか。耐えていく。耐えていきましたが、サンジとテスラが残っていって、まあ、あれはホーミング、バルーン出していいシーンだったね。まあ、どっちにしろサンジが残りますけど、まあ、98% 危ない。にしてもだいぶ伸びましたね。レイジを最後まで貯めていたことで、結構ね、エレクトロタイタン、タウンホールついた時に使うかなと思ったんですけど、残した方が結果的にはクイヒーとして伸びるから、こういうあれなのかな。
エレクトロタイタンはどうせタウンポイズンで解けるから打たない。そういう考え方なのかな。タイタン編成、そんなにね、僕は経験ある方ではないので、そういった考えの方が強かったのかもしれない結果。さあ、トツウィズは、ボムタワー付近の方を飛ばしてきましたね。これはホーミングにヒット。さあ、ボムタワー真上、これチェインは入らない。あ、ゴーブリン壊してくれた。ギリギリですが、ボムタワーをギリギリ壊さないように、壊しました。壊したので、ボムタワー死んでしまいましたね。落としたかったところはこのボムタワーの後ろの空白区画まで飛ばして、全角し、どっちにしようか。イーグル砲を撃ってから壊すようなプランができたと思うので、ちょっとね、ギリギリの HP まで落とし込んでるんですけど、破壊するまでは至らずというところ。ボムタワー付近のトツビズはね、なかなか繊細なコントロールが必要となってくるのでね、プランニングっていうよりはアドリブで、スーパーウィザードとなんかターゲットとか見てね、このタイミングならこれしかないみたいな使い方をするようなね、臨機応変な対応が求められるのでね、かなり難しいシーンでしたね。今のはいいホーミングを今回も相手が入れてきたということで、突撃艦対策のホーミングがかなり相手しっかりやってますね。突撃艦かなり使うクランではありますからね、ナビの方は。さあ、ウォールブレーカー使って2層目まで、ここうまいね。今のウィズ島へのバルーンもこのウォールブレーカーをつけるためのバルーンでもあると思うので、クイーンの方もね、寄り道しないというか、そういうのもあるけど。さあ、キングロイちゃん合わせてタウンホールラバル。これはタウンホールフリーズかけるかな。シングル IT とタウンホールかけるシーンかなと思ったけど、起動してないのを見て、これしっかり裏の大工の方にかけてきましたね。さあ、ここで起動して、ヘイストからのラバーストライカーですが、ちょっと形ぐちゃったので難しい感じにはなってますが、クイーンがしっかり黒くでえぐい。モノリスまで、さすがに無理か。こっちは固めたんですけど、さすがにクイーンの延命は測らなかったですね。ヘイストフリーズ一発ずつ、あとはラバルの量で押していけそうですね。対空砲フリーズからの、物量で押していくようなヘイストをかけて、ロイヤルチャンピオンもね、混じってますね。いや、うめえな。初手はね、ある程度の事故のような感じでね、スーパーウィザード死んでますからね、ボムタワー真上のところまで誘導したんで、なかなかそれじゃあ生き残るウィザードも出てこないんですけど、しっかり最大限、ボムタワーの上階ではだいぶ仕事した方ですね。さあ、メックイヒーライドラ4体。4体は過去最小レベルな気がするな。スーパードラゴンで4体とかね、見たことあるんですけど、あれ40枠だしね。30枠にして、しかもなんかヒーローペットフロスティつけてんだけど、新しいぞ。ユニコーンは誰にもつけずにフロスティをガチで採用。ヒーラーこれもともと5体だよね。ヒーラーが5体つけたいからこそのフロスティなのか。でもヒーラー5体よりヒーラー4体とユニコーンの方が強いじゃん。なんでだ。難しいね。このヒーローペットの採用。深いかもしれない。さあ、インビジブル使って、やっばい。何今の。初めて見るエフェクトですさ、今。ウィンがなんか、体乗り出してたぞ、今。さあ、ロケバル、これは。ロケバルとベビドラでサイドカット。初めて見るクイーンの突き出し方してたよね、今。さあ、いいっすね。今のストライカー差し込んで。さあ、タウンホールの方からライドラパートをスタートしていく感じなんですが、4体しかいないっていうところでね、しっかり的確に誘導しつつ、裏まで突破していかなきゃいけません。さあ、ここ結構被弾も受けてるので、フリーズ外しましたね。さあ、レイジフリーズかけるんですが、ここトームまで行きましたね。さあ、クイーンの方はクロークとフリーズかぶっていく。この一番忙しいタイミングね。ここを乗り切れるかどうかでね、大事なシーンだったんですが。さあ、キングが裏から。フランジョの方まではライドラ届きそうですね。そしてそれたライドラが投石のケアをしてくれるか。さあ、中心部ここはウォーデン溶けていくんですけど、ウォーデンにフェニックスをつけた方がいい理由の一つが今大きく出ましたね。ウィヒーライドラのウォーデンのヒーローペットはめっちゃフェニックス強いけどな。タウンポイズン絶対受けるんで、ほぼほぼ。
そうなるとね、フェニックスの復帰能力で最後のひと伸びっていう方がね、基本的には強くなることの方が多いんで、オウルとかよりも。あと、オウルライドラにつけた時ってね、オウルが施設を壊しちゃって、ライドラのタゲが一生変わって打てないみたいなこともあるんで、さあこれロイヤルチャンピオンの方も能力残ってるんですけど、ブーメラン放っていって、ただかなり際どいアタックまで伸びてますね。さすがに、クイヒーライドラ、伸ばし力というか、そういうところはありますが、ライドラの数がシンプルに4体と少なめだったので、サポートユニットもそんなに多いような雰囲気なかったけどね、編成だけ見ると。ロケバル2体とバルーンが11体というところで、バルーンが若干多めに採用されてたので、ワックス圧迫した感じかな。でもこれを5体まで持っていこうとすると確かにワックス厳しいね。逆にね、言うと、防衛側がそれぐらいなんかサブユニットとかを咲かせて、ライドラ4体にならないといけないぐらいには、ライドラ対策ができてそうに見えてる配置ってことですよね。実際守れてるっていうところもそうですし、見た目でまずはね、相手の火力を落としていくっていうのがね、大事だったりもするので、まずは見た目の方で、相手のライドラの編成を、数をね、減らすことに成功してるので、そういったところから戦いは始まってるわけですね。コマくん、シューターを上に置いて、下からクイヒー、もうこのクイヒーライドラかのようなスタート位置からスタートしていって、穴開けができているような状況です。ホーミングチェックのバルーンもお供えで入れていって、テスラも見えてくるようなシーンですね、ここ。結構今、こういう投石区画ね、シューター刺されることも多いので、奥の方に出てくるテスラだったり、ビッグスケルトも固まってるところがありそうな区画の一つなのでね、警戒は絶対していきたいところ、特に今回はなかった。いいストライカー。これはいいストライカー。しっかりクイーンのクローク保ったままフリーズも使わず。逆サイドシューターが弾け飛んで、ここはロケバルライダーがある程度の破壊をやってくれました。キング使っていって、ウォールブレーカー。もう1枚のウォールブレーカーでどこを見るかですね。マルチ IT は基本開けそうなんですけど、奇跡的にこの壁ついてタウンホール打てるように、ドカーンっていったりしないのかな。キングベビー強い、ここ。援軍処理をね、キングの方で軽くアーチャーの方させたので、キングの被弾はかなり重くなっていきつつ、入んねんだ。ここでロイヤルチャンピオン追加からのウォールブレーカーこっちにつけていく。クイーンの方はそんなに、じゃあ、重視してないんだ。ヘイストかけてのタウンフリーズ。ここマルチ IT と両方ね、かかるところなので美味しいですね。ポイズンタウゼ。これやばいね。レイジドームを一気にかけていって、ここはタウンホールの爆破に合わせるようなドームをかけていって、ロイヤルチャンピオンブーメランあるんですが、インビジブルナイス。投石の方まで。いやー、素晴らしい。しっかり潜り込むことができました。クイーンの方もね、黒く入っていって、コマくんがね、徐々にね、過去のブランクというか、クラクラから離れてた部分をなくすようなというか、ブランクを感じさせないような全開がどんどん生まれてきてますね。ガーサス。化け物ですからね。ティマタスティック。61天才のラバル。かなりね、お出ひのクイヒーラバルみたいな感じで、かなりタウンホール10の頃は特殊なプレイングをする人で、カズマくんもね、一番気になる選手にこのティマタスティックを世界大会のインタビューでね、答えていたぐらい、ちょっと変わった攻めをする人ですね。かなり髪の長い方です。見た目の特徴で多分思い出せる人もいるかもしれないんですけど、タイチクロスとおでん像の天才ですね。とレイジタワーか。バルーン置いていって、ガーゴイル。確かにその方が強くなる。僕もね、この人のアタックがね、成功になっても失敗になっても面白いので、結構注目するんですが、フリーズ置いてからの、なるほど。フラウスの攻めのようなアタックですね。ストライカーを混ぜなかったですね。突撃艦の方は出していきました。若干これね、合わせていきたかったポイントですが、ポイズンまで打ちましたね、これ。
ポイズンまで置いていって、タウンホールの方はしっかりこれはスニゴブ部隊が確保していって、ラバ処理をね、ポイズンなしになるので、あれもう1枚あるじゃん。ポイズン2枚採用してんのかこれ。なるほど。かなり広く見ていきたいところ。もうバルーンは残り15体。ゴーレムからの、ホグからの、なるほど。ゴレロイちゃんプラスのホグ展開してますね。対地クロスのターゲットを最初ゴーレムで取って、ロイちゃんへの被弾を少なくしつつ、イーグル砲のターゲットをゴーレムで取ってるような感じ。で、キングと合流していって、ロイちゃんルート強いな。ちょっとこいつうざいな、でも。後にこいつがうざくなるな。キングフィスト残してるので、これすごいいいルートですよ。さあ、イーグル砲の方は、大丈夫。ロイヤルチャンピオンインビジブルをしっかりと打てている。さあ、マルチ IT の方も固めて、クイーンがすごいうろちょろしている。キング。いやー。すごい、さすがに面白いアタック組んできますね。世界でもクラウスぐらいしかね、この初手ゲーのね、ラバルをやってる人はほとんどいないんですけど、さあ、ロケバルを国社 AT にぶつけつつ、ヘイストフリーズで残ったマルチ IT へ。さあ、マルチ IT には空罠も固まっているので、トルネード、ここは強いな。このトルネめっちゃ強い。対空砲までロケバルでケアをするような使い方してるんですけど、このマルチ残りましたね。トルネード使って、結構時間差でね、バルーンを出さなきゃいけないシーンだったんですが、ヘイストに乗ってバルーンはトルネに巻き込まれに行ってしまったので落とすことができず、結果的には裏のね、モノリスが残ってるので、この対地クロスとかにね、バルーンが集まってもある程度はモノリスがやってくれそうだなというところ。バルキリーホグは残ってるんですけど、さすがにかな。第1クロスも残ってるので。さあ、92%。ただかなり面白いアタックだったかなと思います。カズマくん61天才のスーパーネクロ、14の最後の方だったかな ?15 だったかな。スーパーネクロでね、結構レジェンドリーグも攻めるぐらいにはカズマくんは実はスーパーネクロも愛用してた人ですね。今回ゴーレム採用というところ、61天才は、撃つならそうなるとこのルートなのここなのかなそうだよね。モノリスも一緒に巻き込めんのかそういや、そうじゃん。どこまで見てなかった。モノリスまで巻き込んでバカ強い61天才が入っていきました。迫撃砲のタゲを取るシューターでこの辺もしっかりコントロール。9時にゴーレミだけ出て、ゴレビズとかいろんなものでカットしてますね。うまい。シューターもしっかり投石の方まで誘導しつつ、9時のサイドカットを、安直にキングとか使うのではなく、ゴーレムとウィザードを使って内側の方へ絞めていって、ここからアイゴレスーパーネクロ。このサイドカットうまいっすね。両サイドの締め方がうまい。ゴブリンとかね、こういう細かいユニットもしっかり使って、スーパーネクロがね、スーパーユニットな関係上、安直にね、スニゴブを採用することができないというところ。ホーミングチェックのバルーンも追加で出しつつ、細かいところいちいちタイミングとかもね、いろいろ完璧にできてますね。これ対空砲を折り切ってからしっかりウォールブレーカー出したいところですが、対空砲を折り切ってウォールブレーカー。内側にしっかりタゲが入ります。さあ、穴開いて、ここストライカーね、止めないと結構スーパーネクロだと事故る要素高いので、防衛軍固めつつレイジ置いて、いや、うまいなジャンプで最終タウンホールまで触れるようなルート作って、かつこれキングね、さっきサイドカットにつかなかったので、当然残ってるような状況。ロイちゃん早めに出すかどうかですが、どうしますかね。下側下で、ロイちゃんは逆サイド9時から出していきました。イエティエレクトロタイタンというところ、これはストライカーも添えて、しっかりこれ、左右、かなり広く見えてますね。ここまでトームが残ってんのよ。トームまだ打たない。まだ打たない。呪文はないんですが、パネック結構ね、厳しくなってきたところ、ここでトーム。このトーム強すぎるね。タウンホール超えて、フィスト残って、ロイちゃん能力残ってるんで、フィストで、ロイちゃん
サポートしてあげてもいいシーンでしたが。もうこれすごいな。かなり細かなところまで気を使って、かつ、いろんなタイミングが完璧ですね。PS がすごい。このスパネックすごいな。さあ、4ヒーロー生存です。これはうまいな。これうまいな。これうまいな。さあ、チャスマックゲーミング、ラストアタックだね。ジェネラル X。これももしかして、あ、スパーチャか。ロテゲー来ましたね。ストライカーもしっかり添えつつ、ボムタワー、これワンチャンガゴとかある？そんなことなかった。さあ、ウォールブレーカー穴開けとかもさせつつ、さあ、ウォールブレーカー消えて、ボムタワーのダメージは1回入ってからクローンでずらしていく。耐えれるんでね。タウンホール、マルチ IT、グランジョ、タイチクロス、まあ、モノリスもあったかな。その辺をターゲットとしたスーパーアーチャーなんですが、しっかりとこの辺は、まあ、狙ってたとこは全部削れた感じで、良さそうには見える。さあ、アイゴレ1体処理をしていきつつ、まあ、援軍の方を12時に引き寄せて、アイゴレウォーデンがちょっと削ってくれてるのはありがたいね。インビジブルが1枚残ってるんですけど、まあ、これスーサイド。まあ、ロイヤルチャンピオンを活かすような使い方には基本的に持っていけるかな。あ、ロケバルか。キングも合流していきつつ、結構ちっちゃい大砲ってね、攻撃力高いからね、ターゲット吸ってあげるのも、実はいいところなんですけど、なんかキング85があんま減らなかったんで、言うかどうか迷いました。基本的には吸う方がね、どのタウンホール帯でもいいなぁと、個人的には思いますね。吸えるんだったら。さあ、ロイヤルチャンピオンいいタイミングで出すことで、このマルチ IT 越しに投石まで触れるようなルートで持ってきてますね。逆サイド、アイゴレスタートからのうまそれ。いいね。で、その隙に3時の方も合わせて。対空砲の方まで。この辺のルート作りうまいね。いや、うまい。いや、きっちりマルチ IT まで降り切って。なるほどね。タウン裏マルチプラスのキングおでん像ってどの戦術においても結構ね、ここ、オーデンだったりスーサイドで取らない場合は厄介になってくる区画なんですけど、まあ、ロケバルで解消するっていうのは一つのアイディアですね。まあ、キングの相手をしないっていう空ユニットでのケアと、まあ、マルチ IT ってそうなるとやっぱ呪文だったりウォーデンとかが欲しくなってくるところなんですけど、まあ足の速いね、ロケバルっていうのがそもそもヘイストの呪文を持ってるようなもので、まあアイゴレがフリーズを作ってくれるというところで、まあ、呪文がない編成でも呪文というね、呪文の効果をね、枠数を払うことでもたらしてくれるようなユニット2つを使ってのナイスなプラン。さあ、キングの方も少し外周でストライカー処理をしていって、最終ところ、エリクサータンク削り切って全開ガーサス。うまい。いや、今のロケバル採用うまかったですね。さあ、ガク、珍しく最終アタックですね。クイヒーラバル。インビジブル2枚採用ということで、ある程度、まあ、ヘイスト積んでないというところもあって、ちょっとタフなクイヒールートを組んでいったのかなと思います。そんなところボールブリがつくんだ。迫撃砲のターゲットをクイーンで取ってる最中にというか、まあそうすることでシューターが伸びるって感じだね。いやー、いいテスラケア。てか、このルート強すぎんか、うんま。これわかんのすげえな。ワンチャン内側、外側から撃つ可能性を考慮して内側に誘導したという形ですね。まあ、ただこれ、結果的にはタイチクロスをスキップしてタウンホールから落とすことができたので、タウンポイズンを食らう時間が短く済みますね。これそこまで計算されてるかどうかっていうか、ちょっと偶然の副産物っぽい感じではあるんですけど。これタウンポイズンの効果時間がこれでなくなっていって、いきなりのレイジインができます。フリーズまで行きたいシーンですが、フリーズもしくはインビジブルってところでしたが、なかなかね、火力も高く、キングの方も展開してたと思うので、できなかったですね。
さあ、インビジブル打ってきましたが、ヒーラーがなくなってしまいました。まあ、すべてはもうあの辺のね、立ち回りで決まってしまったかなと。さあ、キング。壁越しのロイちゃんと防衛援軍、ストライカー強すぎる。まあ、こうなっちゃうとかなりきついですね。まあ、当たり前だけど、クイヒーの失敗理由ってクイヒーが死ぬことが一番の理由だと思うので、クイヒー戦術においてクイヒーが死ぬのはかなり辛いですね。マルチ IT をね、ロイヤルチャンピオンとドラゴンライダーでケアするような使い方をしていきつつ、まあ、タウンホール裏のね、この辺はクイヒーで本来射抜きたいポイントなので、そういうところが残っていると、まあ、厳しいと。キングのサポートもね、援軍がいなければこの投石あたりまでは伸びてたと思うので、まあ、全てはクイヒーですかね。クイヒーが言ってればいけてそう。結論全部クイヒーのせい。全てはクイヒーだ。いや、いけてたらいけてたな。当たり前のことを言いつつ。あの辺の呪文が一番難しいところだからね。忙しい中やんなきゃいけないっていうのが当然。条件でね。いろんなとこにね、気配り、目配りをしながら、プリングしなきゃいけないのが、このゲームの難しいところですね。とはいえかなり伸びてはいるので、やっぱりもうタウンホール裏も乗り添って援軍処理だけできてれば、それだけでもいけてそうな感じがあります。さあ、破壊率の方は伸びていきましたが、84から4で終わりですね。はい、ということでね、終わりました。チャスマックゲーミング VS ナビということで、破壊率の方はね、大きく負けているんですが、13対12ということで、星勝での勝利でしたが、まあ、なかなか対策されてた、突撃艦のところがね、あったりとか、まあ、対戦相手の方もね、面白いアタックあったし、まあ、元エポティット、今、チャスマックゲーミングのね、アタックってタウンホール15になってからほとんど見る機会なかったので、面白かったですね。ということでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。さよなら。